あの人やばい。あの人あの人確かにかっこいいよね。やばい。そうそう、あの人やばい人。えやばい人？ Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。やばいっていう言葉はたくさん意味がありますよね。多分皆さんもやばいという言葉は聞いたことがあると思います。でもそのたくさん意味のあるやばいを僕たちはどうやって使い分けているのか。日本語を教えている先生もやばいはたくさんの意味があるよというのは教えるけど、じゃあどうやって使っているのかはあまり教えていないと思います。ですので僕はたくさんある意味の中でそのシチュエーションでどうやってその一つの意味を決めているのかを説明したいと思います。あと、あの人やばいはたくさん意味があるんですけど、あの人やばい人は一つの意味しかありません。まずやばいのやばは昔の言葉で盗人という意味があります。盗人は他の人のものを盗む人のことですよね。ですので盗人のやばからやばいは何かちょっと危ない様子を表す時に使います。例えばやばい逃げろ、やばい逃げろ、なんか危ない状況の時にこの言葉は使いますよね。あとはテストがやばいという意味もやっぱりさっきの悪いイメージからなんかテストが悪いみたいな意味になります。ですのでもともとやばいは悪い意味しかなかったんですよね。今でもこのやばいは悪い意味でたくさん使います。ベースは悪い意味だと思ってください。ですがやっぱり若い人たちはその悪い意味がなんかちょっとクールだから、そのやばいという言葉をいろんな意味で使い始めました。ですがやっぱり何回も言いますけど、悪いというベースがあるのは覚えてください。このやばいという言葉を悪い意味以外で使う、例えばかっこいい、あの人やばいとか、そういう使い方は50歳くらいまでの人はしますが、例えば僕のおばあちゃんとかおじいちゃんはそういういい意味でやばいという言葉は使いません。じゃあやばいが悪いイメージの意味以外で使われる時はどんな時があるのと皆さんは思うかもしれません。実はその悪い意味以外で使われる時は必ず文脈や表情が関係しています。その文脈や表情から明らかに悪い意味じゃないなという時だけいい意味になります。例えば僕のテストやばいと言ったら悪い意味になります。さっき言ったように別に表情も嬉しそうじゃないし、文脈も特に何も、例えばいい意味の言葉が前とか後ろにないので、それはただ悪い意味になります。でも例えば僕のテストやばい100点と言ったらこれはいい意味になります。なぜなら嬉しそうだし、そして100点はいいですよね。100点以上ないのでいい意味です。ですので明らかにこれは悪い意味じゃないとわかるので、僕のテストやばい100点はいい意味になります。さっき言ったみたいに100点がない、そして嬉しそうじゃない、僕のテストやばいはこれは悪い意味になります。ですのでやばいを考えるときにはさっき言った文脈と表情がとても大切になります。じゃあちょっと練習しましょう。まず最初はベーシックの悪いイメージの意味のやばいを使って練習しましょう。僕が皆さんにテストどうだったという風に聞くので、皆さんはテストやばいと言ってください。この時文脈は特にないですよね。そして嬉しそうな顔はしないでください。お願いします。でも普通は悲しいので、悲しい顔をしましょう。できるかな。ちょっと一緒に頑張りましょう。皆さんもちょっと俳優とか女優になったつもりで少し演技をしてその言葉を言ってください。いいですか？いきます。テストどうだった？せーの。テストやばい。
いいですね。ちょっと僕下手だったかもしれない。大丈夫かな。ちょっと嬉しそうな顔しちゃったかも。まあでも悲しい顔でテストやばいと皆さんは言えましたか？次は嬉しそうで、そして100点というまあいい文脈を入れます。ですのでこの時テストやばい100点、このやばいはいい意味になりますよね。僕がまた聞くのでテストやばい100点と一緒に言ってください。いきます。テストどうだった？せーの。テストやばい100点。いいですね。皆さんも何か嬉しいことがあったら、嬉しい顔をしてやばいと言ってください。文脈と表情2つなくても大丈夫です。でもちゃんと文脈と表情2つあった方が聞いてる人は絶対これは嬉しい意味だなという風になります。でもちょっと面白いのが、例えばテストやばい60点と言った時、人によって意味が変わります。例えばその人がいつも20点とか30点を取っている時は、その人にとってそれは嬉しいですよね。やばい嬉しいという意味になるので嬉しいですけど、いつも80点とか90点を取っている人が60点取っちゃったら、なんかやばい良くないの意味になりますよね。ですのでたまに日本人もこの人のやばいはどっちだろうと思うことがあります。そういう時は一番は顔ですね。今のだとちょっと文脈がわからないので、顔を見て嬉しそうだな、やばいはいい意味だなとか、そういう風にして判断します。でも気持ちが興奮してる時って、なんか嬉しいのか悲しいのか驚いているのか、なんかわからない時ないですか？ってなってる時、いやいやちょっと待ってどっちなのって、そういう時ありますよね。あの人がジロジロ見てきた、やばい。あの人やばいね、気持ち悪いね。違うのかっこいいからやばいの。そっちのやばいね。このシチュエーションはよくあります。こっちの人が言っていたやばいはかっこよくてやばいですけど、こっちの人が思ったやばいは気持ち悪いのやばいですよね。これはやっぱり最初僕が言った文脈と表情がとても大切ということをよく表していると思います。やばいの意味やばいですよね。もうやばいいっぱいあってちょっと分かりにくいやばいですが、さっき言った基本はベーシックは悪い意味、そしてなんか嬉しそうだったら、そこに合わせてちょっと意味を想像するというふうに思っておけば、なんかただやばいはいろんな意味があるよりも、まず最初のベーシック、そしてなんかちょっと使い方が違うな、だから多分ここは嬉しいだろうとか、ここは悲しいの意味だろうとか、そういうことを考えることができると思います。でも実際結構このやばいは便利なんですよ。なぜかというと、さっきこの人が思ったやばいという気持ちはかっこいいという気持ちもあるけど、ジロジロ見られて恥ずかしいっていう気持ちも多分あるし、あとはなんかちょっと緊張するという気持ちもあると思います。そういう風な気持ちも合わせて全部がなんかやばい、でも喜んでたので多分嬉しい感じのなんか意味でやばいという言葉になります。なんかさっきインターネットで調べていたら、やばいの意味はあなたはどう思いますかというアンケートがありました。そして第1位は怪しいという意味、そして第2位は食べ物がまずい。何か食べた時にこのパンやばいという風に、このパンまずいという時に使うことができます。そして第3位は緊張している時、やばいどうしようやばい。他にはびっくりしたやばいとか、あとはあの人かっこよくない、あの人やばいとか、かっこいい時あの人やばいすごいかっこいいとか、そういういろんな意味があります。でもやっぱりさっきの1、2、3位とかはなんか良くないイメージ、マイナスのイメージがやばいになっています。ですので何回も言いますけど、やばいはあまり良くないイメージ、
そしてさっきみたいにすごいとかそういう時だけいい意味になります。あとはやばいはやばということもできます。やばいと言った時は誰かと話している時にやばいという言葉を使うことがあるんですけど、例えば歩いている時になんか変な人がいてうわやばという時はやばという方を使います。うわやばいもいいんですけど、やばはどっちかっていうとなんか別に考えないですぐ出ちゃったわやばとかやばとか誰かに言っているわけではなくて自分でなんか言った時やばという言葉を使います。じゃあ皆さん一緒に練習しましょう。僕がたくさんなんかやばいを使った文章を言うのでどの意味か当ててください。いきます。では一つ目、アイスを食べた時。うわやばー、これはどういう意味だと思いますか？そうですね、美味しいの意味ですよね。もしかしたらびっくりしてやばっと使ったかもしれません。その時は普通やばこの味どうしようかな、2年前に台湾で食べた時のアイスと同じ味だ、これはびっくりなのでやばっと使いました。でもそういう風に何かいい悪い以外の驚いたとかなんかそういう別の意味の時は絶対後ろに何かその理由を説明したりとかそういう言葉がつくので、皆さんはやばいと聞いた時にそれがいい意味か悪い意味かだけ分かれば大丈夫です。では2つ目、あの人やばい、これはなんかやばい人を見た時ですよね。例えばって吐いている人を見た時とか、あとはわかんないですけどなんか気持ち悪い感じのことをしていた人がいたらうわあの人やばいという言い方ができます。3つ目、明日テストだやばい、これは悪い感じの方のイメージですよね。ちょっと緊張しててどうしようどうしよう、やばい緊張するという意味ですよね。4つ目、あの人めっちゃ面白いよやばいよ、これはどうですか？これはなんかいい感じの意味ですよね。あの人面白い、そしてやばい、そして嬉しそう、なんか楽しそうだったのでこれはいい意味で、もし皆さんがあの人だったら別にこのやばいは変な意味じゃないので怒らないでくださいね。もしそこで怒って今なんて言ったって言ったら皆さんはやばい人になるので気をつけてください。実はやばい人とかやばいなんとかと言った時はこれは悪い意味しかないです。なんとかやばいは、さっき今まで勉強したやつでもやばいなんとかは本当に悪い意味しかないのでこれは気をつけてください。これは一つの意味しかありません。例えば今日動画の最初で勉強したやばい人、これは本当になんか変な人の意味しかありません。あの人かっこいい、あの人やばい人という言い方はありません。他にもやばい味と言ったらそれはいい意味ではなくて悪い意味になるのですごい気をつけてください。ご飯食べてこれやばいは OK。 でもご飯食べてうわやばい味と言ったら多分作ってくれた人は怒ると思うので本当に気をつけてください。あとは、やばい本とか言った時、これはなんか危険な感じの本、もしくはちょっと大人の本、この感じですね。ですのでもしかしたらすごい武器とかそういう感じの本、あとはちょっと戦争とかちょっとこういう怖い感じのイメージの本、もしくはそういうことです。そういう本です。 If you think this video is やばい give it a like and subscribe to my channel。 皆さんありがとうございました。僕がメインで教えてるオノマトペの動画もなんかやばいみたいにたくさんの意味があるじゃん。例えば声がガラガラになったとか、人が全然いなくてガラガラとか、なんかそういう風に一つでいろんな意味に使える便利な言葉っていうのはとても覚える意味があると思います。
そして例えばなんかクリスピーと言った時、なんかクリスピーのこの音もすごくそのクリスピーの感じがあるじゃないですか。中国語だったら気持ちいいの意味でハオシュワンという言葉があります。なんかこのハオシュワン、このシュワンという言葉もやっぱりこう気持ちと言葉が結構リンクしていますよね。だからこの面白いだけじゃなくて一つでいろんな意味があって、そしてその心とこうつながっている言葉っていうそのオノマトペを一人でも好きになってくれる人がいたらいいな。いいな。じー終わり。